なかなか研修がもっと必要なんじゃないかということですね。日本語指導者の。中学校でフィリピンから来た子どもを担任してまして、でそこがまずは出会いだったかなと思います。もう卒業してフィリピンに帰りました。そして何年か経って訪ねてきてくれるとか、なんかすごく嬉しかったし、なんかやっぱりその日本でのつながりを覚えててつながってるっていうのは大事だから、もう本当にその日本語指導を受けてるスパンだけじゃなくって、ずっとその子にとっては本当に大事な人生の左右する時間なので、そこは大事に本当に大事だなっていうのは思います。どう過ごしていたかっていうのは。このセンター校というのは具体的にどういうシステムなんでしょうか。黒上小学校と桜山中学校が、それぞれ小学校のセンター校、中学校のセンター校、熊本市教育委員会からそのセンター校の方にこういう外国の子どもさんが入ってきますよっていうことが連絡があります。その後、在籍校に、行きまして、保護者と、生徒と日本語指導担当と、その在籍校の管理職と、どういう形で、指導を行っていくかっていうのを決める面談があって、そこから、日本語指導が始まる形です。先生がそのプログラムをご覧になって実際に推進されていく中で、外国につながる生徒への指導の直面している課題についてお感じになっていることをお話しいただけましたら。そうですね、まずは指導者不足というところですね。人数が足りないので、新しくまた入ってきたら、もうある程度できる子は習得が不十分でももう終了せざるを得ない。熊本市は散在地域ですので、今その日本語指導担当教員と協力員でもう在籍校に派遣指導を行っている状況なんですけれども、遠いところでは1時間かかることもある学校もありますので、授業の時間にサポートする人がいないんですよね。外国から来た子どもたちだけをサポートできる環境でもないですので、そのあたりがやっぱりサポートをもっとできたらいいなっていうのはあります。やはりその心のケアの部分っていうのは非常にやっぱり課題というか問題があるように感じられますか。そうですね、ポツンポツンいると本当に学校に1人、いて2人とかそんな感じですので、やはりその心のケアっていうのは大きいかなと。仲間づくりといいますか、今はタブレットを持っていますので、結構その入ってきてもタブレットで翻訳しながらやり取りはできるようになりましたので、中学ということで、この後高校があって進路の問題が多分あると思うんですけども、その外国につながる生徒の皆さん特有の問題であったり困難というのは何か感じておられますか。そうですね、中学生に日本語指導を教える場合は、進路もありますし、だんだんできてくるとその生活言語からその教科言語といいますか学習言語になってきて、
そうした時にその教科についてのある程度の知識が必要になるんで、日本語指導ができるだけではちょっと学校にすぐ行けるというわけでもなく、教員の中で日本語指導を、に興味があるっていう先生はいると思うんですけど、それがまだ発掘が今一つというところもありますし、突然日本語指導ですみたいな、移動の時に日本語指導ですっていうことで一から学ぶような形なんですよね。なかなか研修がもっと必要なんじゃないかということですね、日本語指導者の。行政での研修もあるのはありますけれども、やはり自分の指導が日本語教育として間違ってないかとか、これでやっていっていいのかとか、そういうなんかですね、支えといいますか、そういうのが欲しいので。先生がその教育委員会であったり、あるいは学校の中で支援をいろんなプログラムをされてきた中で、時代的に変化してきたこととか、あるいはこの外国にルーツを持つ生徒の需要が高まってきたみたいなものってありますか？そうですね、時代によってっていうか社会情勢によって随分違うんですけれども、例えば熊本地震の時にはぐっと減りましたし、また、新型コロナウイルスが拡大した時も今も拡大してはいるんですけれども、初期の頃はだいぶ減りました。でも今度は来年TSMC が熊本に進出しますので、今後は今年は非常に増えてきておりまして、今後も増えてくるだろうと予想されます。